あなたは彼の死に関与していましたか？いいえ。もうその段階は過ぎました。これはダメージコントロールってやつだ。わかった。あなたが関与していたことはわかっている。あなたは彼をとっと二重指向形で撃った。撃っていません。いや、撃ったんだ。頭のてっぺんをね。撃っていません。私はこれまでにも殺人犯と話したことがあるし、何人も撃った人たちとも話したことがある。彼らは少なくとも自分のしたことを認めると願った。でも君には、それがない。愛知県の女性派、恋人の残忍な殺人事件の完璧なイネイを企てたと思っていた。彼女は自分の足を撃ったた。必死に110番通報をしたた。アパートに押し入った二人の男に遭遇したと主張し、彼らが恋人を殺害し、遺体を包んだに違いないたと言い張ったた。しかし、巧妙な取り調べがすぐにおぞましい真実を明らかにしたた。佐藤恵美が自分が捕まったたことを悟った瞬間をお見せしますた。法廷ドキュメンタリー番組真相追求へようこそ。司会の田中健二でした。現在37歳の佐藤恵美は銃器傷殺人罪、証拠隠滅罪、死体遺棄罪を認めた後、終身刑を服役していました。愛知県検察庁によると、彼女は武装強盗を装い、自分の足を撃つことで犯罪を隠匿しようとしましたた。検察庁は彼女の犯行を劇的だが失敗に終わったと評価しましたた。これから起こったことを見ていく中で、それは適切な評価だと思いますた。名古屋市警察は佐藤が2013年8月、10日に110番通報をした時から疑念を抱いていましたた。彼女はオノフの関係にあった恋人山田太郎の様子を見に帰宅したところ、アパート内に知らない2人の男がいたと報告しましたた。どうしたの？誰かがアパートにいると思うの。鍵が開いてて、物が散らかってるし、彼氏が見つからないの？すごく変なの。わかった。リアム。今、アパートの中にいるの？アパートの中にいるの。もし、中に入るなら、アパートから出てきてほしい。中に入るなら、アパートから出てきて。わかった。よし。さあ、アパートから出てきて。今、廊下にいますか？静かにそこに行こうとしています。そこに誰かいるかどうかはわからない。わかった。私はあなたと電話を続けますが、今すぐそのアパートから出て行ってもらう必要があります。なんてこった。誰かが見えました。外出中ですか？すべてのユニットはアクティブな侵略を持っています。3231サンドハーストドライブ。3231サンドハーストドライブ。アクティブ侵略。なんてことだ。奥様、彼は何者ですか？生きたれたよ。わかりました。あなたが持っているのか、彼が持っているのか。私は持っている。まだ彼を見つけることすらできていない。さて、撃たれたの？はい、わかりました。奥様、誰も撃たれたのわからない。ユニットは持っています。発砲した。一人が撃たれた。それで、ちょっと頭をすっきりさせたくて、あっちの方に歩いて行ったんです。そうなんですね。わかります。気分転換に散歩するのはいいですよね。その日はどれくらい歩いたんですか？どこまで行ったんですか？そうですね。老人ホームみたいなところの前を通って歩きました。オークスの近くですか？確か、そういう感じでした。そう。なるほど。そのまま歩いて、畑を抜け、小さな路地を右に曲がっていきました。道ですね。それで、ジョニー・ハン・アンダーソンに電話したのは、もっと後になってからでした。トムにも連絡を取ろうとしたんです。彼にメッセージも送ったし、電話もかけたんですけど、全然返事がなくて、普段はすぐに返してくれるのに、ちょっと変だなと思いました。なるほど。それで、ジョニーと私はブラックハンドゴージを散歩しました。なるほどですね。それで、アパートに戻りたくなってきて、トムのことが少し心配になってきました。彼からまだ返事がなかったので、それで外に出てみたらトムのトラックが
まだ駐車場にありました。赤いやつ。なるほど。トムはトラックなしではめったに出かけません。彼はいつも自分で運転するタイプで、そうじゃなければあまり出かけません。それで私は中に入りました。清掃員を見かけました。彼女はちょうど片付けを終えたところ、なるほど。それでドアのところまで歩いていったら、鍵が開いているのに気づきました。なるほど。それで、多分、あなたが言う前は、ドアの鍵を開けなきゃいけなかったと思ってたんだけど、私の勘違いだったかもしれません。だから、トムが鍵をかけ忘れたんだろうと思ったんです。なるほど。どこかのタイミングで、それで、中に入ったらその時に部屋全体がめちゃくちゃになっているのに気づきました。なるほど。何が起きているのか、本当にわかりませんでした。頭の中がいろんな考えでいっぱいになりました。なるほど。予備の寝室の明かりがついていました。寝室の明かりを見て911に電話しました。なるほど。誰かが私たちを強盗しようとしたのか、何が起きているのか心配だったので、すぐにはトムも見当たりませんでした。なるほど。それで寝室に戻ろうとしたんですが、トムの携帯がいつも置いてある場所をちらっと見ました。そこにはありませんでした。それで、彼が普段財布とかいろんなものを置いている予備の寝室をちらっと見ました。でも、そこにはいなくて、もしかしたら彼は外に出たのかもしれないし、家族と出かけたのかもしれないと思っていました。彼は、この辺り、家族がいる。シンシナティにいます。なるほど。それで、まだ寝室にもたどり着いていなかったんですが、その時、マスクをした男が2人突然出てきたんです。その時、911のオペレーターが私に廊下に下がるように言っていました。でも、私はとても怖くて後ずさりし続けていたんです。すると、犯人の一人が銃を取り出して私の近くまで来て発砲しました。それで二人とも逃げていきました。彼らがドアから逃げ出した後、どこに行ったのかはわかりません。その時点で私は撃たれて痛みに苦しんでいましたから。どこからって来たんですか？奥の寝室です。とにかく銃を自分から遠ざけようとしました。どうやったんですか？銃を掴んで自分に向かないようにしようとしました。撃き垂れたくなかったので、それに怖かったんです。どうやって銃を掴んだんですか？覚えている限りでは、下の方を掴んで、あと長い部分、なんて呼ぶのかわかりませんが、そこも掴みました。両手でやったんですか？どちらの手で銃に触れましたか？両方ですか？はい。この手で持つところに触れました。つまり、グリップに触れたんですね。はい。そうです。左手はどうしましたか？長い部分、呼び方わかりませんが、そこに触れました。重心ですか？ちょうど今回るところです。シリンダーですか？よくわからなくて。つまり、あなたが言ってるのは、弾が入ってる丸い部分のことですよね。そうです。彼が私に、ここで降ろそうかって聞いてきた。アパートです。私は彼の家に戻ってゲームでもしないかって頼みました。なぜアパートに戻りたくなかったんですか？ただ、一晩街で過ごすのもいいかなって思ったんです。ほら、私はビデオゲームが好きなんですけど、トムはあまり好きじゃないので、ジョニーや他のゲーム、好きな人たちと一緒に遊ぶのが好きなんです。自分のビデオゲームを持っていきましたか？彼が持っていましたか？その夜はどうやって遊びましたか？私はプレイステーション C を持っていて、彼は Xbox を持っています。プレイステーションをそこに持って行ったんですか？はい。わかりました。今それはどこにありますか？まだ彼の家にあります。わかりました。
それで、昨日は、ちょうど正午頃に彼を起こしました。わかりました。それで、ブラックハンドゴージに行って、少し歩いたんですけど、私はアパートに戻りたいと思って、さっき言ったように、ブラックハンドゴージに行こうと言い出したのは誰ですか？私は彼にイロンダンかブラックハンドゴージのどちらかに行こうと提案しました。どちらもいい散歩道があるのを知っていたので。わかりました。それで、水曜日の午後7時頃に散歩に出かけたとき、浮き垂れるまでアパートに戻りましたか？プレイステーションを入れるためにバックパックを取りにちょっとだけアパートに寄りましたが、それだけです。それはいつですか7時半より前でした。水曜日ですか？はい。つまり、7時に散歩に出かけて、戻ってきて、それから7時半前にバックパックを取ったということですね。なるほど。それで、納得です。さて、トムに何が起こったと思いますか？正直、わかりません。今日も電話してみたんです。トムは携帯電話を持っていますか？はい。どんな携帯を持っていますか？アンドロイドみたいなやつです。彼の電話番号を知っていますか7泊、6泊、1000泊領収です。わかりました。奥の寝室には入られましたでしょうか？いいえ、私が奥に行く前に彼らが出てきました。なぜですか？わかりました。実は、トムは撃たれて亡くなりました。いいえ。いいえ。大丈夫ですよ。少し休んでもいいですよ。いいえ。いいえ。そこで取り調べを担当している刑事は、フレーザーが病院のモーブに顔をうずめて、泣くのをしばらく待ち、それから本題に入ります。デビー、このことについて話しましょう。無理です。大丈夫ですよ。私を見てください。誰が彼を殺したと思いますか？わかりません。これを聞かせてください。そして、100、正直に答えてほしいんです。あなたは彼の死に関与していますか？いいえ。どうしてそんな。わかりました。では、デボラ、これを説明させてください。できるだけ率直に話します。私は、おそらく今、警官になって20年ぐらいになります。これが私が担当した最初の殺人事件というわけではありません。これが最後でもありません。私たちが捜査を始めるとき、あらゆる角度から調べます。あらゆる可能性のある状況やシナリオを調べ、あなたが話してくれたことはすべて確認しに行きます。いいですか？あなたの携帯電話の中を見ても問題ありませんか？わかりました。パスワードはかかっていますか？パスワードは何ですか？教えていただけますか？大丈夫です。6813です。携帯に捜索令状を出しました。いいですか？つまり、あなたが何を検索したか、何をしたか、どこに行ったか、私たちは知っているということです。水曜日の夜、その夜に何かが実際に起こりました。ある出来事があなたとトムの間で、あのアパートで何が起きたのか、正確にはわかりませんが、彼の死に責任があるのはあなたです。違います。なぜ銃撃の残留物はどれくらい手に残るかを検索していたのですか？昨日の朝8時に。私は聞いてください。あなたがやったんです。やってません。デビーの検索履歴です。GSR はピフにどれくらい残るのか。昨日の朝、午前8時16分です。レイクゲン、フロリダ州の裁判記録。マスキンが無軍の裁判記録言っておくけど、私たちはもう君に聞いている質問の答えを知っているんだ。君の話をするチャンスだよ。もし何か原因があったのなら、今すぐ私たちに話すべきだ。でも、あなたは言っている以上のことを知っているはずです。家宅侵入共同なんてなかったんだ。わかった。本当に全くなかったんだ。
だから、うん。君は、すでに、最大の嘘をついてしまっている。今こそ、その嘘を解いて、本当のことを話すチャンスだ。これが、君に与えられた唯一の機会なんだ。本当に何があったのか話してくれれば、私たちもそれを調べることができる。君と彼の間で何かあったのか。つまり、いいえ、聞いてくれ。いいえ、なんてもう通用しないんだ。もう、私たちは、すでに知っているんだ。その段階は、もう過ぎて、これは、ダメージコントロールってやつだ。わかった。君が関与していたことは、わかってる。君は、彼を、二重に口径で撃ったんだ。撃ってません。いや、撃ったんだ。頭のてっぺんを。撃ってません。わかった。君の DNA は、彼をつぶんだあのダクトテープに付着しているかな。ビニール袋には何が？ダクトテープは触ったけど、自分ではいません。私が言っているのは、彼を包んだやつのことだ。聞いてくれ。聞いてくれ。もう、わからないとは、いう段階じゃないんだ。今、別の刑事が、他のことを調べてるところ。それで、あいつは、なんて言うと思う。ジョニー・アンダーソンは、なんて言うと思う。彼の話は、君の話と一致するのか。なぜなら、一致するはず。それはあまりいい答えじゃないな。頼むよ。私はやっていません。誰がやった？僕は友を愛してる。君はそのことを知っているんだ。僕は友を愛してる。君が撃っていないなら、誰が撃ったんだ？だって君は知っているだろ。知りません。なぜ君は検索してるんだ？私は、GS はあるのかって。どうやって手から GSR を落とすの？どれぐらい肌に残るの？なぜそんな検索をしたんだ？なぜ検索したんだ？教えてくれ。この強盗が起きる5時間も前に銃を撃ったこともないのに、なぜ GSR はどれくらい肌に残るのかなんて検索したのか、納得できる説明をしてくれ。それを説明してくれ。わかりません。という答えでは納得できない。私はやっていません。聞いてくれ。911に電話すると、通話は録音されているのを知っているか？アパートにいたのは君だけなんだ。音声は強調されるんだ。人が走り出したり、揉み合っているかどうかもわかる。近所のカメラも確認している。何も映っていない。君の話は今のところ全部でたらめだ。もしアパートで何かあったなら、今すぐ話してくれ。だって、君はもう何が起きたか知っているだろう。ここで嘘をつき続けるつもりか。それで自分がどう見えると思う？それじゃ全然印象が良くないよ。ハニー。まるで自分が悪い人間みたいに聞こえるよ。何かが起こった。他の人が何かをしていて、今がそれを言うべき時です。真実を話さないことで、あなた自身が怪物のように見えてしまうからです。私じゃありません。誰がやった？わかりません。聞いてください。部分からないなんて通用しませんよ。あなたも分かってるでしょう。別にあなたを困らせたいわけじゃないんです。あなたを騙そうとしてるわけじゃありません。ただ、私がこういうことがどう進むか知っている範囲で、そして私たちが分かったこと、これから分かることを伝えているだけです。今、いくつかの事柄について複数の捜索令状を出して、いろいろな種類のものが、これから状況はどんどん厳しくなってきます。わかりましたか？そして、あなたが説明できることは、もうわからないだけなんです。わかりましたか？それは、あまり印象が良くありません。ですから、今が何が起きたのか、なぜそうなったのかを話すチャンスです。ここからどうすればいいのでしょうか。するとフレイジャーは警察が検索履歴を把握していることに気づき、再び話を変えます。彼女は銃について調べたのは他人を傷つけるためではなく、自傷行為を考えていたからだと主張します。それに関して、私が調べたことはすべて、つまり自殺の準備をしていたんです。本当に誰かがそれを信じると思う。正直に言って、私は、なんていうか、あなたは自分で自分の首を絞ってるだけだよ。あなた。本当にそうだよ。正直に話して、少しでも反省しているふりをするチャンスは一度きりなんだよ。私は反省の色が見えないけど、あなたはどう？もしあなたが死んでるなら、手に GSR 銃撃残射がついてるかは関係ないだろう。ただの素朴な疑問だったんです。じゃあ、事実を話そうか。アパートから誰も逃げ出していない。いい。それは分かってる。銃にはあなたの DNA が付着している。彼を殺すのに使われた銃だ。分かった。そしてあなたがこの事件を隠そうとして
自分の足を打った銃でもある。あなたは両手でそれを掴んだって言ったよね。じゃあどうやってまだ、携帯を持ってたんだよ。落ちてたんです。いや違うだろ。頼むよ。聞いてくれ。俺たちはみんな911の録音を聞いた。君はずっと考えてたんだろう。今、君が話していることがどうやって出てきたのかってことだ。これは君が計画していたことに違いない。違います。これはきっと、この状況から抜け出すために少し考えてやったことだろう。君は考えてたんだ。彼が君をそこまで怒らせた理由は何だ？殺したいほどに。私は彼を殺そうなんて一度も考えたことはありません。わかった。でも、事実として証拠は君がやったことを示している。自分の行動に責任を持ちたいかどうかは君次第だ。つまり、私は君に後悔の気持ちを伝えようとしているんだ。それは、人々の家族や彼のことを気にかけていたかもしれない人々。そして、あなた自身の心の中で癒しのプロセスを始めるために大きな助けとなります。なぜなら、最終的にあなたが答えなければならない相手は一人だけで、それはこの地上の誰でもありません。私は彼のことを気にかけています。いや、ここで私に彼のことを気にかけているなんて言わないでください。本当ね。あなたは彼のことを気にかけていません。もし、あなたが彼にしたことをしておいて、それを隠そうとしたのなら、それに彼を包み隠そうとして、ここに座って自分が知っていることについて責任を取ろうとしないなんて、それは、まるで、そう、本当にひどいことです。私はここであなたに嘘をつくつもりはありません。私は、これまでに殺人犯とも話したことがあります。何人も送った人たちとも直接話したことがあります。彼らは少なくとも自分のしたことを認める勇気がありました。でも、あなたにはそれがありません。あなたにはありません。私は殺していません。それなら、なぜ証拠を隠そうとしたんですか？私は何も隠そうとはしていません。あなたが彼の足を入れたゴミ袋の中に髪の毛が入っていました。髪の毛です。あなたの髪の毛がこの中に入ってるんです。今日、彼の解剖が行われました。あなたの、つまり髪の毛が出てくることになります。つまり私たちは待つこともできます。DNA の結果が出るまで待つこともできるし、ここで説明してくれてもいいんですよ。事実は事実です。あなたはなぜこんなことが起きたのかという点で自分自身をどんどん不利な立場に追い込んでいます。あなたは否定して何もしていないと嘘をついている。だからいざという時になってもっといい話を考えなきゃ、もう本当にまずいなって思うことになるんですよ。なぜなら彼らは証拠を持っているからです。彼らは私と一緒にいなかった。そして今あなたは自分自身を追い詰めてしまっています。だからこそ言っているんです。私たちに 100% 正直になれるのは一度きりです。正直に言うと、あなたはまだ正直になっていません。全然かすりもしていません。いいですか？あなたの髪の毛がダクトテープに付着していたんです。つまり巻かれていた場所からです。つまり必ずしもパターンがある必要はありません。それで、つまりあなたは彼の顔に袋をかぶせたのは、もう彼を見て自分がしたことを直視できなかったからですか？私は彼を劣っていません。わかりました。じゃあ、その髪の毛があなたのものだと判明しないと思っているんですか？わかりません。ゴミ袋やダクト、テープの周りにいました。聞いてください。ロールからじゃない。私たちは違います。袋の中じゃない。袋を開けなきゃいけないんだ。ウォルマートでダクトテープに髪の毛がついていることはありません。私はダクトテープをたくさん買ってきましたが、一度もありません。あなたの髪の毛が最初からついていることはありません。私はやっていません。私はやっていないっていう話は通用しませんよ。あなたを殺人で起訴します。これは身分類の重罪で終身刑になります。これを解決するためには学ばなければなりません。証拠の改ざん、銃器使用、これらは有罪判決に加えて必ず科される刑期です。ですから、終身刑に加えて銃器使用の刑期が追加されます。家庭内暴力、それに保釈金は200万ドルになります。他に何か質問はありますか？わかりました。ここでの滞在をお楽しみください。2024年3月18日、佐藤は有罪を認めました。銃器使用証書、月殺人罪、
証拠隠滅、死体遺棄罪で有罪を認め終身刑を言い渡されました。有罪問う弁護の声明で、愛知県検察、長の小林検事は捜査を称賛し、この件の犯罪捜査における我々の力を市民が知ったら驚くでしょう。これは経験豊富な刑事とすべてのシリンダで策動している刑事部による鉄壁の捜査です。私はこの基礎の一部であることを誇りに思いますと述べました。なんて話だったんだろう。今日の次歳の裁判のものがタリト画像の粉はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。いつも通り、ポッドキャストをお聞きになったプラットフォームで YouTube チャンネルの登録もお忘れなく。私はホストの次歳の裁判のものがタリト画像です。また次回を愛しましょう。